アイアンメイデンをヘドバンで、みたいなことを言いましたけど、実は ASMR も効くんですよ。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。ファイナルというメーカーをご存知でしょうか。オーディオ好きの方ならもうご存知ですよね。ファイナルは神奈川県川崎市に本社を置く、れっきとした日本のメーカーなんです。KZ や水月飴など、当チャンネルでは中国メーカーの製品を多く扱っているので、また中華イヤホンかと思われた方も多いかもしれません。創業は2007年。米国の大手コネクターメーカーの子会社として設立されました。その後2014年に MBO によって独立し、2015年に川崎市へ移転。オーディオを主軸に製品の開発、設計、製造、販売を全て自社で行う国産ブランドを確立しました。自社工場も川崎にあるようで、まさにメイドインジャパンですね。コスパ重視のエントリーモデルから素材にこだわったハイエンド製品まで様々ありますが、音質もオーディオファンから定評があり、とても人気なんですよ。知らなかったという方は有線のエントリーモデルから試してみてはいかがでしょうか。私も VR500 を持っていますが気に入っていますよ。今回はそんなファイナルからちょっと面白い製品を買ってみたのでご紹介します。エイジー小粒 4ASMR 3D です。 ASMR とはオートノマスセンソリーメリディアンレスポンスの頭文字を取ったもので、日本語訳だと自律感覚絶頂反応というなんとも仰々しい言葉になります。焚き火の焚き木がはぜる音や川のせせらぎなど F 分の1揺らぎが含まれるリラクゼーション音や、キーボードのタイピングや調理、作業音などを立体音響で聞く、いわゆる音フェチに分類されるようなものまで様々あります。そんな ASMR に特化したファイナルのイヤホン。これは気になりますよ。いや、以前 KZ のデセットを紹介した時にアイアンメイデンをヘドバンで、みたいなことを言いましたけど、実は ASMR も効くんですよ。リラックスした状態で呼吸に集中し、マインドフルネスしたりしますね。さあ、開けましょう。今回は Amazon で購入です。参考価格は7980円。パッケージは何と言いますか、普通な感じです。仕様はあまり詳しく書かれていませんね。技適はもちろんないわけないですね。シールをカットしてオープンです。最初に出てきたのはご使用の前に多言語で書かれています。そして取扱説明書、こちらも多言語対応になっていますね。続いてアクセサリーを見ていきます。入っていたのは交換用イヤーピースですね。シリコンタイプのようです。それから短い USB ケーブル、タイプ A2C ですね。そして充電ケースと本体です。内容物は以上のようですね。充電ケースは艶がなく、さらっとした感触です。手触りよく、高級感あります。正面には LED、下部にはタイプ C ポートがあります。その他、物理ボタンなどは見当たりません。ケースを開けると、本体、ケース同様、マットな質感。統一感のあるデザインです。ハウジングは卵型で小ぶりな印象です。エイジーロゴもおしゃれですね。ケースはとてもコンパクトです。では絶縁を剥がして充電していきましょう。ちなみに充電ケースのサイズ比較です。スリコのイヤーカフはもちろん、
イヤーファンクリップと比較しても小さいです。ゼンハイザーのモメンタム TW2 と比べると半分くらいの感覚です。こうして見るとハウジングもかなり小さいですね。重さです。本体充電ケース込みで約 39g、 片耳約 3g です。両耳で 7g だから1個約 3.5g かな。これは軽い。イヤーカフ型より軽いです。ではスペックを見ていきましょう。ガジバジくん、お願いね。ファイナルの小粒4 ASMR だな。もともとは有線の E500 という製品からワイヤレス化され、より ASMR に特化したシリーズとなっている。実はこのシリーズ、M2 と 3D の2種類あって、なおが買った方は 3D の方だな。違いは公式サイトにある通り、M2 は超近接音上、3D は近接 3D 音上、とのことだ。ASMR が好きな人は M2 との比較もしてみたいところだな。発売は2024年3月と少し前だけど、2025年に新色が展開されているな。ドライバーユニット、周波数特性、感度などオーディオ関連のスペックは記載がなく、不明。というか、そのあたりのスペックはいらないということかな。マルチポイント接続には対応しているみたいだけど、ノイズキャンセリングや外音取り込み、アプリ連携といったようなこの価格帯でありそうな機能は一切なく、徹底的に ASMR に特化したモデルとなっているようだ。非常に潔いスペックだ。これはいつもと違うサウンド体験が期待できそうだな。どんなのを聞いたらいいかな。イヤホンなので普通に音楽を再生すれば聴けると思うけど、せっかくだからバイノーラル録音された環境音なんかを聞くと面白いかもしれない。焚き火や潮騒、雨音などの自然音とか。バイノーラル録音？人間の両耳の位置にマイクを配置してよりリアルに音を収録するステレオ録音方式の一つだ。音の方向や距離感、空間の広がりなどをリアルに再現することができて、まるでその場に自分が居合わせているかのような立体的なサウンドを体験できるんだ。だからバイノーラル録音された音源をこれで聞くのが最も没入感を得られるんじゃないかな。なるほど。それはどこで聞けるの？ YouTube にたくさんあるぞ。ASMR、バイノーラルとかで検索してみてくれ。じゃ、またな。では、早速ペアリングして聞いてみましょう。いやー、これは面白いです。昔々のドルビーサラウンドとか DSP による立体音上効果を思い出しましたが、それよりリアルに感じますね。L と R の2チャンネルしかないのに、上や後方からも音を感じます。これは不思議。昭和のシステムコンポについていた DSP のような極端に音を加工するものではなく、とても自然。特にバイノーラル録音された自然音、環境音はイヤホン最大の威力を発揮します。もちろん普通に音楽を再生したり、マイクがついているのでウェブ会議にも使えるのですが、それではちょっともったいない使い方かもしれませんね。SMR の世界に浸るための専用機と割り切って使うのが正解のようです。ヘビメタもいいですが、たまには ASMR でマインドフルネスいかがですか？それではまた次のガジェットで。